JS キャスト鋳造欠陥予測シリーズナンバー6。低圧鋳造プロセスにおけるアルミホイール部品の解析事例をご紹介させていただきます。本資料の目次です。主に、湯流れ解析結果と、凝固解析結果を、この順に、ご説明させていただきます。解析対象部品の概要についてご説明させていただきます。鋳物材質は AC4B のアルミ合金で、金型は250度に加熱された SKD61 です。製品中央には冷却管があります。そして、水色部分の中等口より700度の溶洞を鋳込みます。鋳込み重量は 10kg です。これより、湯流れ解析結果をご説明させていただきます。こちらは、湯流れ温度分布表示です。濃い紫色部分は、充填過程で液層線温度以下になった領域を表しています。インナーフランジ周辺に、低温部分が発生していて、湯回り不良やガス欠陥などの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。全ページの角度を変えて、デザイン面から見たものです。低温となっている濃い紫色の領域は、湯回り不良やガス欠陥などの発生が予測されます。それでは、動画を再生します。湯流れ温度分布表示を時系列で4コマ表示したものです。湯道にもなっている6箇所のスポークの間に、紫色で示す溶洞温度の低下が見られます。矢印が指すデザイン面のリム部にも、湯境や湯じわなどの発生が予測されます。湯流れ温度分布の断面表示で、断面内の小さな矢印は溶洞の進行方向を示す速度ベクトル表示です。そして、薄い紫色部分は、未充填領域を表しています。図の 4.819 秒時点では、速度ベクトルの向きは湯口からスポーク、リムへと一方向に流れている様子が見られます。続いて、6.499 秒の断面状態を見ると、リムからスポーク、湯口方向へと速度ベクトルは反対方向に大きく変化しています。このように、充填過程を断面を切って細かく確認することで、製品内部の溶洞の動きを把握することができます。ストークからつながっている、湯口位置からの湯流れ充填時間表示です。充填した時間を10等分して、その境界線を黒色で表示しています。充填過程で溶洞が暴れることなく、湯口から静かに、積層的に充填していることがわかります。それでは、動画を再生します。湯流れ解析結果のキャビティ内圧力表示です。未充填部分と微小サイズになったガスマーカーを同時に表示させることで、製品内のガス分布の変化を確認できます。また、図の下にある気効率表示より、ガス体積やガス量による定量的な数値評価でガス欠陥を予測することができます。それでは、動画を再生します。これより、
行庫解析結果をご説明させていただきます。こちらは、製品と湯口を含めた行庫過程で、表示している領域は未行庫を表しています。この未行庫部は、周囲からの用途補給が途絶えた、孤立行庫となっているため、非欠の発生が予測されます。それでは、動画を再生します。当行庫時間曲線断面表示で、製品断面に行庫時間の投稿線を表示しています。注目するポイントは、矢印で示した位置にある断面表示内の並ループです。行庫時間が周囲よりも長く、オレンジ色や黄緑色で、かつ、並ループになっているところは、非欠が発生する可能性が高いと予測されます。こちらは、主に微小非欠などを予測する G⁻R 断面表示です。G⁻R は、任意の敷地以下で絞り込み、非欠を予測します。今回の敷地は、0.11 以下です。当行庫時間断面表示の並ループ位置と、非欠予測位置が一致していることから、矢印が示す位置には、非欠の発生する可能性は高いと考えられます。低圧鋳造プロセスは、ストークからの溶導充填後、通常は一定時間の補圧または増圧が行われます。図の中央にあるように、加圧ピン機能を応用することで、時間の経過とともに変化する固相率分布より、補圧の有効範囲を確認することができます。加圧ピン機能による固相率分布表示です。15秒後の左上の図から、28秒後の右下の図にかけて、ストークからの補圧有効範囲を示しています。これらより、充填完了後から17秒後までであれば、右上の赤丸で示した箇所のリムとスポーク付近は、補圧有効範囲であることがわかります。その他、解析計算の情報についてご説明させていただきます。今回の解析で使用しました。製品と金型の主要な熱物性値です。中等口からの鋳込み速度と、鋳込み温度の設定画面です。これらは、時間の経過とともに自由に設定していただくことが可能です。製品と金型間の熱伝達係数と、表面張力の設定画面です。熱伝達係数が大きいと、製品の冷却は早くなり、行庫時間は短くなります。今回の鋳造プロセスとこの要素数であれば、高速モジュールを利用することで、湯流れ解析が54分、行庫解析が58秒で終了させることができます。本資料について、ご不明な点やご質問がございましたら、JSCast 専用メールアドレスまでご連絡ください。ご清聴ありがとうございました。